第7話、ついに放送が近づいてきましたね。ドラマ25時赤坂でシーズン2、その静かな世界に再び引き込まれる夜がやってきます。11月12日、水曜日深夜1時、葉山と白崎の関係がまた一つ深い段階へと進む。今回のテーマは、過去との対峙と支え合う愛。予告の立った数秒だけでも、ファンの間ではすでに、胸が痛い、切なすぎると話題になっています。物語は、葉山のもとに久しぶりに母からの連絡が入るところから始まります。疎遠になっていた母との関係、そして俳優としても人としても成長してきた葉山が、この再会をどう受け止めるのか、その表情一つ一つに、視聴者は息を飲むはずです。撮影現場では、小牧根葵太さんがこの、母とのシーンに入る前、静かに深呼吸を繰り返していたというエピソードも。その集中力は、まさに葉山そのものでした。カメラが回ると同時に彼の目の奥にわずかに滲む涙。それは、演技を超えた人間、葉山あさみそのもの。一方、白崎は舞台稽古の真っ最中。周囲の期待やプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも、完璧を求めて自分を追い込んでいくまさにスランプの渦中にいます。新原泰介さんが演じる白崎の姿には、視聴者の多くが自分を重ねるはず。努力しても報われないとき、どうすればいいのか。そんな問いを抱えながらも、白崎は再び立ち上がる勇気を見せます。そして、そのきっかけとなるのが、葉山へのリクエスト。この、リクエストが何なのかは、まだ明かされていません。けれど彼がそれを口にする瞬間、あの優しい空気の中で、言葉にならない思いが溢れ出すのです。視線が交わるだけで、見る者の胸が締め付けられる。そのシーンは、きっと第7話最大の名場面になるでしょう。今回の撮影では、照明やカメラワークにも特別なこだわりが込められています。葉山と白崎、それぞれの孤独を映し出すように、光と影のコントラストが非常に繊細に描かれているんです。特に中盤、舞台のリハーサル中に見せる白崎の背中。その背中を遠くから見つめる葉山の眼差し。何も言わずとも、愛と不安、そして支えたいという願いが痛いほど伝わってきます。第7話は、ただの恋愛会ではありません。それぞれが自分の過去と向き合う中で、どれだけ相手を信じ、支えられるのか。俳優同士という複雑な立場の中で、二人が選ぶ答え。その一言一言が心に刺さり、静かな涙を誘う構成になっています。まるで見る者一人一人に、あなたならどうすると問いかけてくるような回です。視聴者の間では、朝雪、葉山×白崎の関係がどこまで描かれるのかに注目が集まっています。SNS では放送前から、また心が苦しくなりそう、絶対泣くかい、といったコメントが急増中。特に小牧根さんと新原さんの自然な息の合い方が、現実以上にリアル、だと話題になっています。互いに見つめ合うシーンでは、演技ではなく、心の対話が行われているようだと、スタッフも語っていました。そして第7話の最後には、視聴者をさらに引き込む、衝撃の展開が待っています。それは、二人の未来を大きく左右する出来事。どんな決断を下すのか、そしてその先にあるのは別れか、それとも、予告を見ただけでも、胸がざわつくような緊張感が走ります。絶対に、最後の1秒まで見逃さないでください。あなたはどんな気持ちでこの物語を見ますか？葉山に共感しますか？それとも白崎の苦しみに寄り添いますか？コメント欄で、ぜひあなたの思いを教えてください。その感想が、このチャンネルを育て、次の動画へとつながります。どんな小さな一言でも構いません。あなたの声が、私たちの物語を続ける力になります。そして、まだチャンネル登録をしていない方今すぐ。この動画の下の赤いボタンを押して、私たちの物語を一緒に追いかけてください。25時、赤坂でシーズン2。
はまだまだ終わりません。これからも、裏話、撮影エピソード、そして未公開映像まで、たっぷりお届けします。次の動画でまたお会いしましょう。あなたの心を、もう一度揺さぶる夜に、物語が進むごとに、葉山と白崎の関係はますます深く、複雑になっていきます。第7話では特に、沈黙の中にある愛がテーマのように感じられます。セリフは少なくても、表情や仕草の一つ一つが語りかけてくる。その繊細な演出は、まるで歌のようで、視聴者の心に静かに染みていきます。見ているうちに、二人の間の空気があまりにも美しくて、呼吸をするのも忘れてしまうほど。葉山が母からの電話を受けた後の沈黙の時間は特に印象的です。スマホを握りしめたまま何も言わずに空を見上げるその姿。彼の胸の中で揺れるのは俳優としての自信と息子としての迷い。その表情を一瞬でも見逃したら、この回の深い意味がわからなくなってしまうほど。まさに小牧根葵太さんの繊細な演技力が光る、魂のこもったシーンです。一方で、白崎は自分自身を見失いかけています。舞台の稽古場で、同じセリフを何度も何度も繰り返しながら、自分に納得できず、鏡の前で拳を握りしめる。そんな白崎の姿を見て、頑張れ、とつぶやくファンの声が SNS で溢れたのも当然です。それほどまでにリアルで、胸を締め付けられるほど痛いシーンなのです。そして、その苦しみの先に、白崎が葉山へと差し出したリクエスト。それは、ただのお願いではありません。自分をもう一度信じさせてほしいそんな思いが込められた、心の叫び。葉山がその言葉を聞いた瞬間彼の瞳が揺れます。愛する人を救いたい、その一心で、この場面、何度見ても涙が止まらないと話題になっています。二人が向き合うシーンでは、照明が少しずつ落ち、静寂の中に鼓動だけが響くような演出。監督が、この空気を感じてほしいと語った通り。まるで見ている自分がその場にいるかのような没入感があります。光が柔らかく二人を包み、影がゆっくりと一体になっていく。言葉では説明できない愛の深さと儚さが画面越しに伝わってくるのです。さらに第7話の後半では葉山の過去の秘密にも少し触れられます。母親との関係、そして幼い頃に抱えていた心の傷。それが今の彼の生き方にどう影響しているのか。この伏線が今後どんな形で物語につながっていくのか、ファンの間でも憶測が飛び交っています。まさに、静かな嵐のような回、感情がゆっくりと爆発していくのが感じられます。俳優同士の恋という設定は、華やかなようでいて、実はとても孤独です。光を浴びながら、誰にも見せられない涙を流す。そんな矛盾を抱えながらも、互いを理解し合おうとする二人の姿に、多くの視聴者が、本物の愛ってこういうことなんだと感じるでしょう。だからこそ、この作品はただの BL ドラマではなく、心の物語として語り継がれているのです。ファンの間ではすでに、第7話が一番泣ける回と言われています。特に、最後の2分間、静かに流れる音楽とともに、二人が微笑み合う瞬間その裏に隠された思いに、涙をこらえられない人が続出しました。YouTube のコメント欄でも、このシーンを何度も見返している、声にならないほど感動したという声が相次いでいます。このチャンネルでは、放送後すぐに感想会や裏話の動画もアップ予定です。だからこそ、今のうちにチャンネル登録をして、通知をオンにしておいてください。あなたのコメントが次の動画を作る力になります。どのシーンが一番好きだった？葉山と白崎、どちらの気持ちに共感した？ぜひコメント欄で教えてください。私たちはすべて読んでいます。そして、もしこの物語に少しでも心を動かされたならいいねボタンを押して、あなたの思いを届けてください。次回、
第8話もさらに衝撃的な展開が待っています。予想を超える愛と痛み、そのすべてを一緒に見届けましょう。また次の動画でお会いできるその時まで、朝雪の物語を心に焼き付けてください。